アクタスでグリーンのバイヤーしております坂本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前1回動画出てくださりましたよね。はい、京都の時にお店のショップツアーで。今までのルームツアーの中でも一番背景のインパクトがあるお家だなと思って。ありがとうございます。間取りは40平米でして、構造は一応メゾネットタイプの 1LDK になります。家族構成は3人で妻と娘と暮らしております。あまり見ないような形状のご自宅だなと思ったんですけど、はい、リノベーションされたりとかってことなんですか？もうここはもともと賃貸で出ていた物件を今借りているような状況です。僕、すごい見ての通りグリーンが好きなんですけど、そのお部屋の中でその植物を飾るっていうのがすごい、その中でも好きで、この階段を生かした飾り方っていうのを次やってみたいなと思って、そのピンポイントでそのお部屋の中に階段があるメゾネットタイプの家を探して決めました。今日はぜひご案内よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずリビングダイニングのお部屋からご案内いたします。お願いします。はい。一応リビングとダイニングがこのメゾネットの下のフロアで完結されてるんですけれども、こちらにメインのダイニングテーブル、M21-2、ドイツのテクタ社のテーブルですね。と、椅子は今3脚、CH24 の、Y チェアと言われるものと、こちらもカール・ハンセンの、椅子になってます。この階段の下に、どういった家具を配置するかって考えたときに、ダイニングだなと思っていたので、ここにテーブルを配置することは決めてたんですけども、やっぱり階段があるので、結構スペースが限られているので、普通の長方形とかのテーブルだと、座る場所っていうのがどうしても決まってしまうので、いろんな角度から座れるっていう点で、このテーブルに決めました。うちの中で一鉢だけ唯一置いている、大きな大鉢と呼ばれる植物なんですけど、品種は一般的なモンステラの根上がりタイプ。よく見るのはちっちゃいサイズが多いんですけど、このモンステラは本当にすごい成長して、この幹が上に隆起して上がってきているような仕立てというか、それぐらい成長しているモンステラになってます。ちっちゃいモンステラも育てていけばこうなるんですか？それともそれと違うんですか？ちょっと違うんですけど、モンステラもちょっと奥が深くて、何種類か枝分かれしてるので、またちょっとちっちゃいモンステラと違うモンステラにはなるんですけど。品種がそもそも違うみたいな。そうです。はい。この植物を決めるときに、テーブルをちょっと覆いかぶすような、ちょっとパラソルになるような、ちょっと植物を探していたので、そういった意味で本当にこの木のような幹が上がっていて、上に傘を広げるようなモンステラっていうのが空間にも合ってるのかなと思ってます。こちらの奥は今照明置いてるんですけれども、レクリントのパイナップルランプのです。で、その横の方にもちょっと植物置いてるんですけど、後ろに配線、コンセントが結構あるんですよ。Wi-Fi とか。でそういったものをどうやって隠すかって時に、僕はすごい植物こういうふうに使ってて、葉っぱのボリュームのあるものとかを前に置くことで、そういう、見えてほしくないものを隠せるようなスタイリングにしてます。照明とこの植物の組み合わせっていうのも僕すごい好きで、間接照明って言われるような照明なんですけど、その光のやっぱり当たるところと当たらないところによってその葉の影ができたりとかで、すごい植物が立体的に見えるというか、際立つので、この照明かける植物って合わせはすごい好きでやってます。こちらは同じこのテーブルと同じテクタ社のK22 というサイドテーブルの上をちょっとこれも照明と植物と、あとディフューザーと一緒に合わせてスタイリングしているような感じですね。この花瓶に入っている葉っぱとかは、お部屋の中にある植物がちょっと伸びすぎたなとか、
思った時にちょっとこう剪定して、カットした葉をこうやって水差しみたいな感じで刺してるので、その時々によってこう取れる葉っぱも変わってきたりするので、ちょっといろんなスタイリングを楽しんでいます。こちらは。ここはちょっと本当に植物だけを飾ってるっていうようなスペースになるんですけど、この棚みたいなものはちょっとモンタナの棚なんですけど、その後ろに大きい葉っぱが大きい植物があると思うんですけど、これが僕個人的にはすごい好きな植物ですごい目を引く柄になってると思うんですけど、でその手前にちょっとこうアートっぽい造形が綺麗なサボテン多肉をちょっとこう配置してるようなディスプレイにしています。ちょっと似たような葉っぱなんですけど、どちらもそのアンスリウムっていう植物になるんですけれども、こっちがアンスリウムのプラリネルビウムっていう品種で、こっちがクリスタリナムっていう、ちょっとすごい横文字が長い品種になるんですけど、特徴的なのはこの形、はい、葉っぱがこうハートの形をしてるっていうのがすごい可愛くて、こっちの品種になるとその葉っぱのサイズ、このハートの葉っぱのサイズがすごい大きくなるので、本当もうこれ本当に生きてるの植物なのっていうような感じがすごいいいですよね。一応ソファーがメインのリビングなんですけども、一応こちらのソファーが山崎さんっていうスタッフの方から引っ越しを機に譲り受けたアイラーセンのチェスというソファーになります。以前ルームツアーでも取り上げさせてもらった。はい。なるほど。そうなんですよ。あのものがそのままここにあるってことですか？そうなんですよ。すごい。ちょうど引っ越すタイミングでソファーを探してたんですけども、ちょうどその時に山崎さんの方からソファーいらないっていうちょっと声をかけていただいて、でちょうどソファーを置くことを想定してたここの幅がちょうどあったんですよ。確かにぴったりですね。ぴったりなんですよ。でこの物件僕好きなのがその窓が天井まであるので、天井が高く見えるっていうところで、この腰高の窓のこの前のスペースにちょっとソファーを持っていきたいなと思ってたんですけど、そこになんと山崎さんのソファーがぴったり収まったという形で譲り受けました。なるほど。はい。今これ足元に引いてるラグが、これアクタスのヘンリックっていうラグになるんですけども、ちょっとこの形状、形がちょっと変わっているのが特徴的で、本当これ敷くだけで、本当こう雰囲気が出るというか、すごい足元をちょっとこう飾ってくれるような、ラグですね。ここの棚は結構好きなものを雑多に極力綺麗に収めながら飾ってる棚になるんですけど、このリビングダイニングがそもそもチック掛けシーリングって言われるような照明がついてないので、確か一切ないんですね。そうなんですよ。この壁にもともとついてるのがこの壁についてるこの照明だけになるので、そんなに明かり自体は明るくなかったので、ちょっと間接照明をちょっとこう複数置いた多灯使いみたいなものでちょっとこう明かりを足りないところに足してっているような感じです。なのでこの棚の上だったりとか、ちょっとこの足元だったりにちょっと照明を配置して、ちょっと明るさをちょっと補っているような感じですね。ここまで植物多いと管理がちょっと大変なのかなと思ったりはしちゃったりしたんですけど、やっぱりこれだけ量が多いので手数は増えるんですけど、自分はそんなに日々のメンテナンスとかが得意じゃないので。そうなんですね。はい。なので、そんなに手間のかからない、品種をあえて選んで育ててるっていうところはあります。比較的乾燥に強い品種であったり、そこまで水を好むような品種っていうのはちょっとあまり置かないようにしてます。あとはこの家が北向きなんですよ。で本当はこんだけ植物育ててるのでやっぱり日当たりのいい家に住みたかったんですけど、その優先順位が日当たりのいい家か階段のある家かで、階段のある家が勝ってしまったので、その結果ちょっと北向きであまり日が入らない家になってしまったので、そういった意味でもあまり光が
当たらなくても、日陰に強い、耐陰性のある植物っていうのを、中心的にこう選んで飾ったりもしてます。とはいえやっぱり植物なので、その太陽光というか光はマストで必要にはなってくるので、こちらのちょっと今飾ってる、階段の奥の方とかは正直全然光が入らないんですね。今ちょっと照明つけてますけど、これ普通の照明なので、この照度だけだとやっぱり生きていけないんですよ。なので、ちょっと今一気に白っぽく明るくなったと思うんですけど、これ植物用の育成ライトっていうものなんですけど、これが本当に太陽の光と同じ役割を果たしているので、このライトを焚いておけば、ある程度その耐陰性のある品種っていうものは、ここでこういった環境でもしっかり育つことができるんですね。なので結構植物育てたいんだけど、日当たり悪いんだよねとか、ちょっとお悩みの方とかは、決してその自然光が入らなければ植物育てられないってわけではないので、こういった育成ライトとかをうまく使ってもらうと、日当たりの悪いお部屋とかでも植物をしっかり楽しんでいただけるようにはなってますので、はい、すごいこのライトもおすすめです。こちらのその階段のディスプレイなんですけど、この家を決めるきっかけにもなった場所ですし、すごいこの空間、リビングダイニングの空間の中でも一番目を引くところだと思うんですけど、その見ての通り植物をずらーっと飾ってるんですけども、僕はもともとハンギング植物って言われるようなつる性のものだったり、上から垂らすような植物っていうのがすごい好きだったんですけど、吊るす場所がやっぱりなかなか賃貸とかだと難しかったりするので、吊りたいけど飾れないみたいな方も結構多くいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、で僕もそうだったので、時にじゃあどうやったらそのハンギング植物飾れるんだろうってなった時に、この階段を利用したディスプレイっていうのをちょっとすごいいいな、やってみたいなと思ったので、この階段はすごいそういう垂れるハンギング植物を結構多く配置してます。で階段なかなか探すの難しいと思うので、全然この例えば一区画とかでも棚とか高い位置のシェルフとかに見立ててこういう風に飾ると、上から植物垂らして飾れるよみたいな参考にはなるのかなと思ってるので、あとはこの階段ってすごく奥行きがあるので、ここもなんかすごい植物が立体的に見えるというか、すごい際立ってくれるので、あとディスプレイのポイントとしては垂れる植物だけだとやっぱちょっとのぺっとメリハリがなくなってしまうので、ちょっと要所要所でこういう枝のもののちょっと上に伸びてる植物とか、ちょっとこの子なんかだと、葉っぱのボリュームのある子はちょっと下に持ってきて、ちょっと全体のバランスをうまく取るような配置にしてます。それでは次上の方の階ご案内いたします。ここ本当にすごいですね。そうですね。すごすぎますね、ちょっと。すごいさっき言ってたハンギング植物のちょっとつる性の植物をすごい壁に這わせてるような。なるほど。はい。白の壁とかってどうしてもなんか殺風景になったりするので、ハンギングのこのつる性の植物を生かしてその壁をちょっと彩るっていうようなスタイリングもすごいおしゃれなんじゃないかなと思ってます。下もすごいんですよね。ちょっと上り下りするのにかなり気を使うんですけど、はい、慣れると全然問題ないかなと。本当に可愛いし、すごい。なるほど。上まで続いてるんですね、植物が。続いてますね。この辺はもうこの上から全部大元の鉢があって、下にどんどん伸びていってるような感じですね。なるほど。これは楽しいですね。植物好きにはたまんない家かもしれないです。なんか本当家じゃないような感じしますよね。僕は個人的にはこの上からの眺め、降りる時がすごい気に入っていて、地下のお店に、隠れ家みたいなお店にちょっと降りていくみたいな雰囲気が楽しめるんじゃないかなと思ってるので、2階は本当に寝室と、あと
バスルームが、あと洗面台ですね。がある、本当に寝るだけの部屋っていうような感じですね。1階の壁は青色だったんですけど、この洗面台周りはこの緑色の壁になっているので、本当に面白いですよね。家を探すときに、どうしてもそうなんです。日本の賃貸探すと似たり寄ったりな物件が出てくるので、少しでもちょっと面白い物件に住みたいなっていうところで、探して、決めた本当素敵な物件になってます。ここにベッド置いてるだけなんですけど、ちょっと間接照明があったり、植物も置いてたり、一応1階もそうなんですけど、窓がちょっと四角い窓があるので、あそこにちょっと植物を飾るっていうのもすごい素敵ですね。本当飾るポイントが要所要所であるので、遊び心があっていいですよね。寝るだけなのでちょっと足元照らしてで寝てるっていうような感じですね。これさっき1階にあったレクリントのパイナップルランプのもう一方ちっちゃいものになりますね。ちょっと床置きして、本当に足元照らしてるっていうような感じですね。それではリビングダイニングの方戻ります。いろんな間取りですとか、お部屋の形があると思うので、それに合わせたこの植物の飾り方っていうのを、今回のお部屋の紹介の中で気に入っていただけるポイントがあれば、ぜひ参考にしていただけたらいいかなと思ってます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。